不安定ですが、なんとか離陸できました。プリミティアプレイヤーエールです。今回は人力飛行機を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、乗るのが難しすぎました。なので今度は、誰でも乗れる、乗りやすい飛行機にしてみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは、人力高速ボートを地面と浮かせて固定したら、その横から動力を取り出すために、こんな感じでペアリングを組み合わせたユニバーサルジョイントを作りました。こちらを間に挟むことで、回転の方向を90度変えて、動力を伝達するわけですね。早速プロペラをつけて、私が乗って回してみると、動いてはいますが、空回りしてますね。ベアリングの軸とガーリンが力に耐えきれなくなっているみたいです。なんとか力に耐えられるように、ベアリングを組み立て直して、もう一度試してみましょう。そうすると、よし、今度は空回りすることなく、回ってくれています。この仕組みは、角度によって抵抗が変わるので、回転の速度が細かく変化していますが、回転数を測ってみると、だいたい 118rpm くらいでした。そんなに速くないですね。プロペラが片方だけだと、バランスが悪いので、同じ仕組みをもう片方にも取り付けて、この状態で回してみると、ダメですね。抵抗が強すぎて、回ってくれません。ベアリングを使ったユニバーサルジョイントの抵抗がかなり強いみたいです。そこで、プロペラの角度をもう少し浅くすることで、抵抗を少なくしてみましょう。軸をこのくらいの角度にして、プロペラを付け直したら、もう一度回すと、やっぱり回りません。ユニバーサルジョイント側の抵抗を、なんとかしないといけませんね。そこで、ユニバーサルジョイントの長さを少しだけ伸ばすことで、テンションをかけすぎないようにしました。これならどうでしょうか。試してみると、よし、スムーズにプロペラが回っています。この時の回転数を測ってみると、128rpm くらいと、プロペラ一つの時と同じくらい回りました。これで動力部分はできたので、空を飛ぶための主翼と、地面を進むためのタイヤを追加しましょう。よし、このまま地面に下ろして、私が乗ってみると、勢いよくプロペラが回って、前に進んではいますが、推進力が足りず、離陸してくれません。多分、プロペラの角度が浅すぎるせいだと思うので、もう少し角度を深く、これくらいにして、プロペラを付け直したら、もう一度乗ってみると、あれ、プロペラが片方だけ、うまく回っていません。とりあえず、尾翼を追加して、もう一度試してみましょう。ちゃんとプロペラは回っていますが、なかなか離陸してくれません。それでも、下り坂で加速すると、離陸してくれました。飛行速度が上がることで、プロペラの回転も速くなってますね。でも、プロペラの回転数が安定せず、少し飛んだところで、着陸してしまいました。でもこれで、うまく飛べそうな気がしてきたので、機体をいろいろ調整しながら、もっと飛べるように改良していきましょう。でも、プロペラの回転が安定せず、なかなか自由に飛ぶことができません。そこで、ユニバーサルジョイント
の中間地点に、ベアリングを追加して、位置を固定することで、安定して回るようにしてみましょう。足で回すと、ベアリングが暴れずに、安定して回ってくれました。早速飛行機を動かしてみると、あれ？プロペラの回転が不安定です。どうやら、途中で固定するのは、失敗だったみたいですね。固定は外すことにしましょう。それからも、いろいろと調整しながら、何度も乗ってみましたが、なかなかうまく飛べません。そこで分かったのが、ベアリングでできたユニバーサルジョイントは、物の付け外しや、セーブデータのロードのたびに、抵抗が変わって、左右両方が抵抗が少ないパターンを引かないと、まともに飛べないことが分かりました。そして、より長距離を飛ぶために、プロペラの角度をもう少し深くして、プロペラを付け直したら、飛行機に乗って、回し車を回していると、ぐんぐん前に進んで、よし、不安定ですが、なんとか離陸できました。離陸した後は、自らのスピードで、プロペラの抵抗が低くなるのか、かなり安定して飛行することができています。それでも、機体が前後左右に傾くと、回し車がうまく回せなくなって、プロペラが止まってしまいますし、横滑りもしています。そして、海の上に不時着して、あちゃー！ここで壊れてしまいました。水には弱いんですね。今度は、横滑り防止用の垂直尾翼をつけたら、カメラを固定して、旋回性能を見てみましょう。そうすると、いい感じに離陸しましたが、方向を変えようとすると、私が回し車を回しているせいか、うまく旋回できません。緩やかな旋回はできるんですが、U ターンのような急激な方向転換はできない感じですね。また、ここで墜落してしまいます。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。しゃがみながら天井にぶら下がって、操縦席に乗ったら、ハンドルを持ったまま、左スティックを前に倒して、回し車を回していきましょう。二つのプロペラの抵抗が少ない当たりのパターンを引いたので、軽やかに回転してますね。それから離陸して、速度を測ると、最高速度は、秒速10メートルくらいでした。人力でここまで出せたら、十分ですね。全力で回しても、以前作った人力飛行機のように、壊れることもないので、安心して操縦できました。そして、今回は風向きも良かったのか、前に見える空中席に着陸することができました。人力でここまで行けるのは、なかなかすごいです。そして、逆方向に走ることで、プロペラを逆回転させることができるので、後ろ向きに進むこともできます。飛行機でこれができるのは、なかなか珍しいですね。そのまま後ずさっていくと、おっと、ここで壊れてしまいました。それでは最後は、こちらの人力飛行機に乗って、行けるところまで行ってみましょう。以前よりかなり乗りやすくなったので、結構遠くまで行けそうです。そのままスムーズに飛びながら、海を越えて、陸地の上に行ったところで、プロペラが引っかかるようになって、回転が落ちてきました。そしてここで着陸です。よし、壊れずに、軽やかに着地しました。それは、人力で長距離飛行して疲れたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、
食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、人力飛行機さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、バイバーイ。